ちゃんとしないと、親からのステータスを完全に引き継ぐことができずに、弱い子が生まれてしまいます。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、新生物リニョウグナタの出産後のステータスについて徹底解説していきます。リニョウグナタ出産テイムとなりまして、探して自身のペットに受胎して出産して育ててテイムとなります。その際ですね、ペットもお亡くなりになってしまいますので、自身のペットを犠牲にしてテイムすることになります。生まれた子は親のステータスを引き継ぎます。ただし、この引き継ぐステータス、かなり特殊になっておりまして、ちゃんとしないと親からのステータスを完全に引き継ぐことができずに、弱い子が生まれてしまいます。せっかく自身のペットを犠牲にしてテイムするにもかかわらず、ステータスが低くて使えないということになり得ますので、ぜひ最後までご覧いただきまして、内容を理解していただいて、テイムにチャレンジしていただければと思います。内容ですね、少しややこしい面あるんですけども、極力わかりやすいようにご紹介していこうかと思っておりますので、よろしくお願いいたします。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、リニョウグナタ、先ほどご案内した通り出産テイムとなります。探して、オスからフェロモンをゲットして、メスの体力を削って、ペットを使って出産をしてもらい、ペットを犠牲にして子供を生み出します。その際に、親のステータスを引き継ぐんですが、ここがですね、通常と違ってかなり特殊になっております。通常ブリーディングの場合、両親のどちらかから親のステータスを 100% 引き継いで生まれてきます。ただし、ここが特殊で、リニョウグナタ、両親のステータスをランダムでどちらかのステータスを引き継ぐのは一緒なんですが、100% のステータスで引き継げるわけではないものになっています。こちらのご紹介をしていきます。まずは両親のステータスなんですが、母親と宿主が両親となります。それぞれステータスに関して計算式がありまして、それをもとに数値が出されます。ペットを受胎した場合、ペットにこのようなメッセージが出ます。上がリニョウグナタを出産するまでの時間です。公式当倍で8時間、その下に要望されるものが出てきます。1回の要望にかかる時間は当倍で1時間と20分になってます。さらに拡張ハブを開いていただくと PC の場合は H ボタンです。3種類のパーセンテージが出てきます。下からエッグクオリティ、卵の品質ですね。その上がホストサイズクオリティ、宿主のサイズの品質。一番上がクレイビングサティスファクション。要望の満足度ということになります。この3つのパーセンテージがステータスの引き継ぎに大きく関わってきます。まず、母親のステータス。野生児はどういうステータスか見れないというところはあるんですけども、この親のステータスを引き継ぐ上でですね、母親のステータスかける欲求満足度かける 75% 足す 25% となります。なので、欲求満足度が低いと母親のステータスを 100% 引き継ぐことができないということに
なります。続いて、宿主のステータス。もちろん、ペットに関してもですね、このようにステータスがありまして、それぞれ変異出しとかもされているものもあるかと思います。計算されるステータスは通常のブリーディングと同じく、野生の場合はテイム後、もしくは変異源を使用された後のステータスになります。ブリーディングしている個体であれば、出産後のステータス、変異源のステータスやインプリントボーナスは効果がないということになります。その上で引き継がれるステータスの計算式がこちら。ホストのステータスかけることの、欲求満足度かける 75% 足す 25% 閉じる宿主のサイズ品質かける卵の品質。こちらが宿主から引き継がれた場合の数値になります。なので、母親からも宿主からもステータスを引き継ぐ場合に一番上の欲求満足度が重要となってきます。宿主からステータスを引き継ぐ場合、3つすべてを極力高く保たないとステータスの数値が落ちてしまうということになります。では、この3つのステータスに関してどういったものかご紹介していきます。まずは、卵の品質。これは、母親のレベルに関与します。公式レベル上限150だった場合、母親のレベルが150の場合が 100%。そこからレベル5下がるごとに 2.5% ずつクオリティが下がります。このようにレベル140に埋め付けられた場合は品質は 95% ということになります。135だった場合は 92%。小数点が表示されないので、ちょっと数値的に残っているのか切り捨てになっているのかはちょっとわかりません。これが卵の品質となります。続いて、宿主のサイズ品質なんですが、これは宿主の種類によって異なってきます。主にドラッグウェイトに依存しているようなんですが、ギガ、カルカ、ブロントは 100%。その他種類によってパーセンテージが変わってきます。宿主になれるのは、ドラッグウェイト最小で300のもの。そこが 25% になります。細かい品種に関してのパーセンテージに関してはですね、神毛攻略さんの方で表としてですね、出していただいているようなので、そちらをご確認いただければと思います。そしてですね、超重要な欲求の満足度なんですが、先ほどもご案内した通り、この受胎中ですね、いろんなアイテムを要求されます。通常1時間20分ごとにですね、要求がありまして、要求を叶えると 20% 上昇します。すなわち、5回要望を叶えれば 100% になります。時間的には少し余裕があるものになってますね。ただ、この要望されるものがかなり色々ございまして、通常のブリーディング時の要求とは異なってきます。現状分かっている範囲で要望されるのがこちら。かなりいろんなものがあるんですが、やはりきついのはヘスペロ君の金の卵ですね。それ以外はなんとかなるっちゃなるとかなると思うんですが、ヘスペロの黄金の卵は結構大変なので、頑張って集めるしかないですね。アンモナイトの単獣とかは保管してないとは思うんですけども、極力ですね、ゲームしようと思った時は取りに行って保管しておく方がいいです。リセットがかけれないので、極力全部備えておけばですね、ステータスを高く引き継げることになりますので、頑張った分の見返りは返ってくるかと思います。あとは何を要求されるかは運次第というところですね。ちなみにキブルは上位種のキブルでも代用は可能です。
続いて補足として宿主についてなんですが、先ほどご案内した通り、宿主の出産に関してペットは亡くなってしまいます。ただし、ステータスの引き継ぎとして、ブリーディングしている個体であれば、変異源であったり、あとインプリントボーナスっていうのは引き継がれません。すなわち、クローンを作ったクローン個体と同じステータスになります。なので、せっかく頑張ってインプリントした生物よりは、作成ができればというところではあるんですが、クローン個体を利用して宿主とする方が効率的です。もちろんクローンにシャードを使ったりとかですね、時間を要する部分はあるんですが、通常の使っているペットよりはマシかと思いますので、そこはですね、もしクローン可能なのであれば、クローン個体を使って宿主にすることをお勧めします。ちなみにリニオグナタもクローンは可能です。ブリーディングに関して色の引き継ぎは通常通りされます。また、このようにですね、生まれてきた個体も変異をする場合がありますので、変異をした場合の変異色の適用っていうのもあります。変異ステータスも引き継がれるので、例えば上限254もしくは5のステータスの個体を宿主とした場合、255、254のポイントを持ったリニオグナタを生み出すことも可能です。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、リニオグナタの出産後のステータスについて徹底解説させていただきました。かなり特殊でややこしい部分もあるので、ここだけをですね、ピックアップしての解説となっております。ご覧いただいた通り、要望ですね、結構めんどくさい部分はあると思うんですが、母親からのステータスの引き継ぎも、宿主からのステータス引き継ぎも、この要望をどれだけ叶えるかによって数値が変動してきますので、一番重要な要素となっております。最大限ですね、アイテムを用意してゲームに臨むことをお勧めします。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。